アグロの次はコントロールを目立っていこうのコーナー。こんにちは、春日部紬です。何やら BO さんがコントロールまみれと聞いたので、春日部隊長は相棒の刺激を連れて Amazon の奥地へ調査に向かった。ということで今回はスタン BO3 番とハントポンです。そしてお相手はおあつらえ向きにコントロールっぽい見た目。3ターン目まで盤面に動きなし。ザ・コントロールミラーといった感じ。そしてここは記憶の反乱を打ちます。フラッシュバックがあるので打ち消させて有利です。ここにはお相手かき消し。ちなみに裏目は放浪王ですが、次ターンに放浪王を出すのって結構勇気がいるのであまり飛んでこない。このターンはタップ処理して GO です。構えてるふりしましょう。そして6マナ、刺激 X2 が可能になりました。お相手サイクリング、警戒しているのか、それともハンドが良くないのか。お相手と地詰まりはラッキーです。ハンドは除去と打ち消しだらけなのかな。こちらは刺激 X2 でリソース回収。今のアゾコンはインスタントタイミングならフルタッチしても基本死にません。そしてメイン群れの渡りで土地回収。コントロールミラーで土地を伸ばすのは本当に大事。お相手こちらのエンドに放浪を追う。スタックで記憶の反乱できますが、打ち消し構えてないように見えるのは良くないし、アトラクサがいるのでむしろ打ち消しは使わせていきたい。盤面にクロックが並びますが、まだ悠長してて良さそう。2点受けて残り23点。お相手メイン衝動。土地探しっぽい。打ち消し使わせたいとは言ったけど、通るならそれに越したことはないのでここで反乱キャスト。ここは力戦確定で、あと1枚は悩むけど手札整えるための連携探索かな。お相手土地をセット。多分衝動で引いてきたやつですね。こちらはエンドに力戦。放浪王を取ります。さて、アトラクサキャストできますが、さすがにないかな。ハイコントロールでメインの負け筋の一つはゴテフェリーだと思ってるので、ストレートに通させるのは避けたいところ。そしてお相手エンドに記憶の反乱フラッシュバック。通るということはもしかして打ち消しないのかな。ハンドは除去まみれだったりして。ここは運算無償を2枚ハンドへ。土地も欲しいけど確定打ち消しはもっと欲しい。そしてこちらは太陽効果キャスト。打ち消すほどじゃないけど嫌な1枚でしょう。お相手スタックで自分に運命的不在。やっぱ除去が重なってそうです。5マナ使って1体取っただけになったのは寂しい。お相手ここもドローボー。ハンドが気になります。こちらはエンドに連携探索。着実に土地を伸ばして有利を広げます。土地は上で。これで10マナ。そろそろアトラクサ投げていきましょうか。ここ土地プレイしたのは失敗。白のアンタップインと力戦構えのルートがあったので、そしてアトラクサキャスト、そして通りました。インスタントタイミングでマナを使ってどんどん動いていかないと、こうやって気がつけば大きな差が生まれるわけです。このデッキはクリーチャーエンチャインソー土地の5枚はだいたい引けることが多くてリソース補充としてとても有能。ここでお相手投了。1本目選手、タイコントロールのサイド戦術は簡単。打ち消し全部入れて船砕きと記憶の反乱インです。抜くのは軍備放棄とアトラクサは確定で、除去を多く抜くのはやや怖いですが太陽効果もアウト。あとは確定じゃないかき消しを減らすかな。船砕きはコントロールミラーでも3枚入らないと思ったので、この後にサイドから1枚外してます。さて、2000目いきましょう。これは、タイアゾコンならキープかな。土地以外を引けば全部有効パイなのでかなり受け入れは広いはず。そして序盤をしのげるかき消しを引いて盤石のハンドに。ここはかき消し構えて GO です。白でないけどスパーラの本部はサイクリングでいいかな。お相手エンドに衝動。当然、ここにはかき消し当てません。2土地で詰まってる様子だったら打ち消すかもだけど、基本的には衝動で持ってきたものに当てた方がいいですからね。エンドにサイクリングしたら終わりなき愉快。白でないのが響かないといいけど。お相手サイクリング。ここまでメインでのスペルキャストなし。と思ったらお相手メイン衝動。土地探しらしき動きとサイクリングで噛み合わない動きしてますね。というかよく見たらミレックスが置かれてるのはちょっとまずい。こちらはエンドに記憶の反乱。放浪王欲しいけど、白い土地でないので一旦スルーかな。ちなみにタイミレックスの一つの回答が放浪王ですね。ここは土地が大事なので力戦捨てて GO。
そしてお相手やはりここでミレックス戦術に出ました。特に何もできないのでここはドローボー。エンドにミレックスからダニが出ます。ここはどうせ除去余りそうなので力戦使っちゃかな。ミレックスゲー始めるとスペルはほとんど使えなくなるので、こちらはとりあえず除去して試合を引き延ばしながら余ったマナでハンドを整えていきましょう。空亀は除去になりますが、ここは記憶の反乱回収に使います。刺激空亀が揃ってるので、とにかくマナが伸びれば圧倒的有利になります。お相手ミレックス起動にスタックで記憶の反乱。ここは土地と打ち消しかな。残り3マナ。ちょっとまだ引き伸ばしたいのでダニは除去で、お相手土地詰まってるのでそうそうやばいことにはならないでしょう。そしてお相手土地を置いて棒。ここは動かれた方が嫌なんですが、ミレックス戦術が効いてると思ってくれてるのは逆に助かるかも。まあ実際効いてるんだけど。お相手また土地を引けた様子。ミレックス構えながら1アクション取られるとさすがに厳しくなります。こちらは記憶の反乱でようやく対処札を引けました。盤面が止まればあとはこっちの方が圧倒的有利になるはずです。お相手エンドにミレックス起動。実質4点クロックで無視できなくなってきました。無視だけにね。お相手アタックに合わせてフォローをキャスト。そこにはお相手書き消し犠牲キャスト。ということは2枚使って打ち消しかな。クロックは減るし打ち消しは使わせられるし、これは悪くないトレード。しっかりダニを潰しておいたおかげで毒カウンターはまだ余裕あるのでトレードしていきましょう。4マナ使わせたので後続のダニも出なくてラッキーです。そしてトップは完璧な1枚。まあ来なくても記憶の反乱や刺激で戦えてたけども。お相手アタックに合わせてフォローをキャストします。今度は通りました。マイナス1でブロッカー出して、これでしばらくは安全です。そしてフィニッシャーも引いてくる。これで勝ちが見えました。侍でアタックして残り18点。お相手エンドに船砕きの怪物。やはり出ましたね。こちらから船砕き出しても良いですが、それよりもこっち使いましょう。刺激で空亀と迂回回収。そして終わりなき迂回は打ち消しじゃなくてバウンスなので、ここで船砕きを返せるのですが、ここはまだ温存がいいかな。一旦通します。そして空亀でバウンス。今回は関係ないですが、これも今力なので船砕きを確実に返せて相性が良いです。次は迂回を構えながら船砕きを出せるし、加えて打ち消し3枚あればほぼ削りきれるでしょう。そしてお相手テフェリーには確実に消せる書き消し犠牲キャストで、お相手そこに否認を当てて、ここで投了。対戦ありがとうございました。2戦目対戦よろしくお願いします。緑でないのが怪しいですがキープで。お相手珍しいアブザンカラー。ここまで来ると他の色も出てきそうですが、そして3マナ目からグリッサ3キャスト。これは打ち消しですね。お相手これは多色のレジェンズデッキなのかな。4マナ目からカエルサレアキャスト。カラー偏ってるしアブザンレジェンズって感じですかね。こちらは土地を引けずドローボ。お相手まずシェオルキャスト。このデッキぶっちゃけこれが一番厳しい。除去もできないのでここはマスカン。サリアがアタックで伝説土地を食べます。レジェンズだったら絶対残すはずですが不思議ですね。こちらは緑の土地を引きました。連携探索でトライオーム探して軍備放棄が最高の上振れですが、さすがにここは放浪王かな。一応こういうチケアでメインで動いておきます。お相手追加のグリッサ3キャスト。3マナ以上メインのもっさり系アグロなら負ける要素はなさそう。グリッサ3は当然追放してメイン群れの渡りで土地を持ってきます。一応これでハントは達成。あとは連携探索でアンタップインランドを引いてアトラクサで勝ちかな。お相手ドロスの魔人キャスト。なるほど、それほど伝説に依存してないアブザンアグロなんですね。そして無事アンタップインを引けました。ここは当然アトラクサキャストで、ここ最大6つって書いてあるのに5枚しか選べなくて困惑。多分刺激がクリーチャーエンチャントだから、アリーナくんがカウントガバしてますねきっと。
なんか気づいたらデッキ構築画面の検索が試合中の検索と同じ仕様になってて使い物にならない手法とこのゲーム。試合の方はお相手に対除去してアタック。除去は通すしかありませんがトラクサの進化はそこじゃないんでね。ドロスの魔人は追放して、ついでに刺激も出して、プラスを刺激にとここで投了。1本目選手。レジェンズみたいに1体ずつ出てくるタイプのアグロはそれほど有効な1枚がないのであまりサイドで目立ってません。相手からサリアサ入れなければそこそこ有利のはずなのでここは単体除去の追加をして悠長な刺激と刺さりづらい否認抜いて終わり。これはかなり良好なハンド。キープで。お相手挨拶から、これならどれ抜かれてもまだ戦える。こちらはタップ処理して5。お相手負け犬キャスト、初めて2マナ以下のクリーチャー出てきましたね。お相手まずアタックしてこちら3点受けます。そして婚礼の発表。サイドカードですかね。嫌な1枚が出てきました。こちらは除去と連携探索を構えて5。お相手まずアタック。クロックを増やすの優先するようです。とりあえず婚礼割っておきますか。と思ったらお相手そこにラリコッパイ。これもサイドカードでしょうね。相性が悪いカードだらけ。さらに潜伏工作員。まさかお前もサイドカードか。先ほどのもっさりアグロから一転、細かく動いて嫌な感じのアグロに変身されました。ここはライフを守る放浪を追う。追放は負け犬で。お相手スタックで工作員を2段進化。2点ゲインして5点受けて残り11点。放浪王はマイナス1で使い捨て。あとは放浪王を構えて5にします。お相手4マナ目から1体でアタック。こちらは放浪王キャストでマイナスで工作員を追放します。お相手ドロスの魔人。今更ですがお相手のデッキ白メインにタッチ黒緑なのかと思いきや、黒メインにタッチ緑白っぽいデッキですね。ドロスが効いててきついです。このままじゃ死んでしまうので最後の希望をかけて探索。ここで白引けば生き残ります。ダメ。そしてこのまま5。よく見たら分離放棄使ってたら2点耐えてるじゃん。まあどっちにしろその次のターンに太陽光海外ほぼ負けだったんですけどね。というここで2本目は取られて1対1。1戦目2マナ以下のクリーチャー1回も見なかったので入れる気がしてなかったのですが、一時的封鎖いりますねこれ。コツカとは相性が悪いですが、横並びに対処できないので両方採用です。抜くのは打ち消しと、他に抜きたい候補がないから連携探索です。さあ泣いても笑っても3本目。お相手のデッキが思いのほか強くて最初先手取れててよかったです。お互いタップ処理からスタート。2ターン目は群れの渡りを構えて5です。お相手脅迫キャスト。ここは2枚ある分離放棄じゃなくてドロス抜いてきそう。はい。こちらとしても一番嫌な1枚を抜かれてしまいました。しかし2ターン目もタップ処理は助かる。こちらは群れの渡りでハントを進めます。分離放棄の平地もありですが、アトラクサがまだ確定してないので黒は絶対欲しいところ。そしてお相手訓練の発表。打ち消しないところに嫌な1枚。というかこれ土地の置き方ミスってるじゃん。お相手もなんで青置いてないんだと思われつつピッカーじゃない連携探索をキャスト。とても恥ずかしい。コントロールミラーだったら上にしてたかもだけど、ここはさすがにした。リソース補充できるカードを探します。ここで空亀が来ました。これで一応やることはできそう。一応分離放棄できますが、ここはタップ処理して5にします。お相手まずアタック。からのシェオルドレッドキャスト。厳しい。ここバーンスできますが、したところでジリーファーなので、空亀は解決策を探しに行く方向で使います。そしてその選択を嘲笑うかのようなトップ書き消し。結果バーンスが正解でしたがくじけてはいけません。お相手まずアタック。ここは甘んじて受けて残り14点。お相手戦力はこれで十分と追加のキャストはなし。こちらのドローはベストじゃないけどとりあえずしのげはするか。おっとアップキープチェックしないと。はぁ、MTG アリ
いのは優先権渡らないと一瞬にして内部で処理進めちゃうからこうなります。理解してはいるけど全く納得できない仕様だよ。アタックしてこなくなったり攻撃値を枯れたりしても嫌なのでここはメインで取ります。2点無駄に受けつつターンエンド。お相手まずアタックからホウロウゴーが落とされつつ2点受けて残り12点。そして追加のシオール。綺麗にかき消し範囲外になってるし噛み合いませんね。ここ判断で力戦引けたらいいけど引けなくてトップが太陽効果とかホウロウゴーだと恨めるので一応ドローを見ましたが失敗。そしてメイン記憶の反乱。ここはコツカと力戦でまずはコツカでシオール取ります。ここ止まるの怪しい。そして軍備放棄をトークンに。お相手こちらがフルタップと見て母聖樹。シオール取られて万事休すか。一応白マナを持ってきて軍備放棄でトークンをさらに取ります。これで2点消しました。お相手焦りましたね。お相手潜伏工作員キャスト。ここでめっちゃきつい1枚。しかし即成長させるということは後続はなさそう。そしてシオールでアタックされて残り5点。こちらはキープ力戦でシオールを追放します。あとはトップで工作員を取れるカードを引けるかどうか。はい強い。埼玉のマジック馬ことは私のことです。これで一旦脅威は消えて反乱を打つ余裕もありそうと思いきやドロスの魔人。またマス除去が出てきました。さらにグリッサ3。こちらもシオールを取られるのでマス除去ですがこちらは書き消しがありました。ここで7枚見てアンタップインランドと力戦か平地と軍備放棄でギリ切られます。頼む。アンタップインとコツか。忘れてたけどこれでも耐えてます。そして早速コツか。追放対象はドロスの魔人でお相手トップは脅迫。そしてリソース切れ。これは耐え切りましたね。こちらはメイン観覧してもメインで打てるステルないので脅迫ケアで構えて GO です。お相手訓練の発表。ここまで来るとさすがに遅いです。本当は婚礼にスタックで打たない理由がなかったんだけどここで記憶の反乱キャスト無事除去と追加のドロソがつながりました。力戦はすぐって婚礼を追放しましょう。そして絶望のアトラクサキャスト。着地でたっぷり5ドロー。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。ということでワントハントコンでした。ワントコンは足が刺激実装時からこすってて多分一番プレイ時間が長い秋タイプです。ご存知の方も多いと思いますが刺激の根力で墓地を回収して空亀で刺激を回収することで無限に墓地からリソースを回収し続けられるコンボがあります。これで打ち消しを回収し続けてソフトロップ状態にして勝つことが可能な10コントロールがワントコンです。で、このデッキの特徴として根力という打ち消されないリソース回収手段があるのでコントロールミラーが非常に強いんですね。現在のアゾコンやエスパーコン、ファビコル BO3 でかなり輝くデッキだと思っています。で、ワントカラーだったらあと1色足してこれ使うよねってのと4色まで使うならボイロメもタッチしてこれ使うよねってことでハントバントコンとなったのがこちらです。ちなみにサイドボードはこちら。タイヤ風呂の追加除去としてコツカ2枚、後追加の打ち消しの系列と否認。終わりなきゆかりはゼロ助産のような盤面もスペルも触れるバウンス。しかも相手のデッキトップかボトムに返すのでハンドアドを失いません。これはほぼほぼ船砕き対策。剣追加の確定打ち消しといったところ若干シンボルが重いけど触れる範囲が広くて決して無駄にはならない1枚で足が好きで採用しています。あとはポイズンや加担対策の一時的封鎖と白系デッキに追加の放浪を追う。そしてタイコントロールに追加の船砕きとアトラクサを外した分の追加の記憶の反乱といった感じ。アブロを重く見るなら不快を外して軍備放棄などの除去を追加したりデミーアグロみたいな打ち消し持ちアグロ対策のインスタント除去を入れたりしてみてください。あとはめちゃくちゃ苦手なこの1枚。対処するならサイドに母聖樹入れてもいいかもしれませんが正直船砕きや放浪を打とうでさっさと畳む方が有効な気はしますね。さてこのデッキの強さですが強いですね。アゾコンには3勝0敗中でいい感じです。ただし絶対苦手なディミーアーグロに今のところ当たってないのが気になるところ。エスパーレジェンズとかも先手取られると厳しそうです。コントロールミラーを楽しみつつ実際は自分だけ有利ってのはなかなか気分がいいのでコントロール好きな方はぜひお試しください。
以上です。いつもコメント、いいね、高評価等ありがとうございます。また、チャンネル登録やフォローまだの方はよろしくお願いします。目指せ3000人です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。